こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回はソニックが打ち立てたとてつもない偉業について皆さんにご紹介しようと思います。皆さんはソニックについてどんなイメージをお持ちですか？ソニックのゲームをやったことがないという人でも名前と見た目くらいはなんとなくわかるよという方も多いかと思います。青い体をしたセガの看板キャラクターでとにかく速いやつということくらいはかなり有名ですよね。最近はハリウッドで実写化なんかもされたのでソニックの姿を見かける機会も増えてきました。でもちょっとここで考えてみてほしいんですけど、ハリウッドで実写映画が制作されるってこれものすごいことですよね。ソニックの他にハリウッド映画になった日本のゲームでいうと、例えばモンスターハンターやポケモンあたりがハリウッドに進出しています。しわしわピカチュウが話題になったあれです。あのピカチュウめっちゃ可愛いですよね。そんなそうそうたるメンツの中に我らがソニックも加わることになったんですが、これらの作品とソニックを比べるとちょっとその知名度だったり人気の面でギャップを感じる方っていませんか？確かにソニックは知ってるしなんとなく見たことあるけど、ポケモンやモンハンと肩を並べるかと言われると、いやそれはないと思う方がほとんどなんじゃないかと思います。でも実は海外、特にアメリカやヨーロッパではこのソニックの人気って凄まじいんです。ほんと信じられないくらい人気者なんですね。そこで今回はその人気っぷりを裏付けるソニックが成し遂げたとてつもない偉業を3つ皆さんにご紹介したいと思います。しかもその3つはちょっとやそっとの功績じゃありません。本当に歴史に名を残したと言っても過言じゃないくらいの凄まじい偉業です。中には誰もが知ってる超有名キャラクターとのエピソードなんかもあるので、ソニックをあまり知らないという方でも雑学として楽しんでいただけるんじゃないかと思います。思わず友達に話したくなるくらい面白い話なのでぜひ楽しんでいってくださいね。それでは早速始めていきましょう。ソニックシリーズの第1作目は1991年、当時セガが作っていた家庭用ゲーム機メガドライブから発売されました。ゲームのジャンルとしてはハイスピードアクションゲーム、まるでレースゲームのようなスピード感とマリオのようなアクション性が組み合わさった全く新しいゲーム性を兼ね備えていました。そんなソニックのハイスピードアクションは多くの人に支持され、今日まで30年以上も続く長寿シリーズになっています。さらにソニックの活躍はゲームの中だけにとどまらず漫画やアニメ、そして最近ではハリウッドで実写映画化されるなどいろいろな形で人々を楽しませてきました。そんなソニックが成し遂げた偉業の一つ目はまさにこの実写映画に関するお話です。このソニックの実写映画ソニック・ザ・ムービーは2020年2月にアメリカやヨーロッパをはじめとした世界中の国々で公開されました。あのソニックが実写化されるとのことで世界中のソニックファンが楽しみにしてたんですが、実はこの映画公開の前に一度大炎上しているんです。公開の前ってどういうことってなりますよね。面白くなくて炎上したならまだわかるけど、公開の前に一体何したら炎上するんだと。これ何が起きたかというと、映画の公開前に CM って流れるじゃないですか。これはどの映画でもそうだと思うんですけど、ソニックでも映画公開前に CM が発表されたんですね。ただその CM に映っていたソニックの姿があまりにも気持ち悪かった。もうすごかったんです。僕ソニック大好きなんで並大抵のことじゃない限り受け入れられる自信があるんですけど、これはさすがに受け止めきれませんでした。そのソニックの姿がこちらです。どうですか？なんかもう衝撃じゃないですか。もう変にリアルになりすぎててさすがにキモいって思っちゃいました。歯並びが良すぎるんよ。もうホワイトニングもバッチリかと。案の定このソニックの姿にファンは激怒して YouTube や Twitter の公式アカウントになんとかこの姿はやめてくれ、お願いだから変えてくれと必死に訴えかけたんですね。でも僕は正直このデザインについては諦めてたんですよ。どうしようもないと思ってたんです。というのももう CM まで打ったということはこの時点でほぼ映画は完成していたはずなんです。そこから主役であるソニックのデザインを変更するとなるともうほぼ全てのシーンを修正することになりますよね。なんでさすがにそんなことはしないよなと思ってたんですが、なんと問題となった CM の発表からわずか数日後、この映画の監督がソニックのデザインを変更すると決断してくれたんです。まさかと思いましたね。ものすごい決断だったと思います。きっととてつもない労力を割くことになったと思うんですが、それでもファンの声に耳を傾けてデザインの変更を決断してくれました。そしてこの決断によってソニック・ザ・ムービーという映画がとある歴史的な偉業を達成することになるんです。変更後のソニックのデザインはこのようになりました。今度はちゃんとソニックですよね。このデザインが公開された時はもう安心して泣きそうになりました。多くのソニックファンにとっても納得の出来になったので、主役のデザイン変更という大きな決断をしてくれた監督にはもう感謝しかないです。そして再びファンからの期待を背負うことになったソニック・ザ・ムービーがいざ公開されると、これがもう大ヒットとなり興行収入は3億ドルを超え、なんとテレビゲームが原作の映画において全米興行収入歴代1位を獲得したんです。
ちなみにそれまで1位だったのは2019年公開の名探偵ピカチュウだったので、ソニックがポケモンを超えて1位になったということになります。これ信じられますか皆さん。日本だとまず考えられないですよね。でもテレビゲーム原作に限定した話でしょ。なんかパッとしない気がするなと思ったそこのあなた、まだ話は終わってないですよ。さらにですね、このソニック・ザ・ムービーが公開された2020年の全世界興行収入ランキングを見てみると、このソニック・ザ・ムービーなんと6位にランクインしています。これはテレビゲーム原作とかじゃないですよ。2020年に公開された全ての映画の中で6位です。どうでしょう、これは本当にすごいですよね。日本に住んでるとどうしてもソニックの凄さが伝わってこないんですが、実は海外ではこんなことになっていたんです。ちなみに現在アメリカでこのソニック・ザ・ムービーの続編が公開されているんですけど、この続編なんと現時点で前作の興行収入を超えちゃってるんです。しかもこれまだ公開されてない国もあるんですね。その中には日本も含まれていて、日本だと8月に公開予定です。つまりまだ公開されていない国があるにもかかわらず、すでに前作の興行収入を超えた、すなわちテレビゲーム原作映画の全米興行収入1位という記録を塗り替えたということになります。2020年に自身が打ち立てた記録を一瞬で抜き去っちゃったんですね。さらに最新の全米映画興行収入ランキングだと、なんとファンタスティック・ビーストより上位にランクインしています。やっぱり海外、特にアメリカではソニックの人気ってまだまだ凄まじいんだなということがよくわかりますね。今後どこまで数字を伸ばせるかが非常に楽しみです。あと早く見たいということで、1つ目の偉業はテレビゲーム原作映画において全米映画興行収入ランキング歴代1位でした。2つ目の偉業はソニックが国の財産として認められたというエピソードです。皆さんフィルムアーカイブという言葉をご存知でしょうか。あんまり普段聞かない言葉ですよね。このフィルムアーカイブというのは、例えば映画のフィルムだったり、その映画のポスター、脚本、小道具みたいな映画に関わるいろいろな資料を保管している機関です。基本的に国が運営している機関で、世界各国にその国のフィルムアーカイブがあるといったイメージです。さらに FIAF 国際フィルムアーカイブ連盟という国際機関まで存在します。もちろん日本にも国立映画アーカイブというフィルムアーカイブがあります。このフィルムアーカイブというのはもともと映画フィルムにも歴史的資料および国の文化財として保存する価値があるだろうと考えた人たちが中心となって生まれた機関で、最初のフィルムアーカイブはだいたい1910年代にヨーロッパで生まれたと言われています。ちなみにそもそも映画自体が誕生したのが1895年あたりなので、かなり初期からあった機関なんですね。ということで、そんなフィルムアーカイブに保存される作品というのは歴史的資料および文化財としての価値があり、未来永劫を保存するべき作品ということになります。そんなフィルムアーカイブに1996年初代ソニック・ザ・ヘッジホッグが保管されたんですね。しかもテレビゲームがフィルムアーカイブに保管されるというのは史上初の出来事でした。これもとてつもない快挙だと思いませんか。ついに国に価値を認められたようなもんですからね。ソニックを保管したのはイギリスのフィルムアーカイブ BFI ナショナルアーカイブです。フィルムアーカイブ最初期の1910年代に設立された世界最大規模のフィルムアーカイブの一つです。先ほどの実写映画の話ではアメリカでソニックが人気という点を特に強調してしまいましたが、実はイギリスもソニック大好きな国の一つなんですね。2008年にイギリスの大手新聞社デイリー・テレグラフで実施された最も好きなゲームキャラクター調査でも、マリオやリンクといった任天堂の強豪たちを抑え堂々の1位を獲得しています。これも日本だとなかなか考えられないですよね。海外でどれだけソニックが人気かということがお分かりいただけたんじゃないかと思います。ということで、イギリスでも大人気なソニックがついにその価値を国に認められ、テレビゲームとして初めてフィルムアーカイブに保管されたというのが2つ目の偉業になります。3つ目の偉業が成し遂げられたのは1992年から93年あたりのことです。この頃のソニックは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグとソニック・ザ・ヘッジホッグ2が立て続けにヒットして、その人気がうなぎ登りになっていました。特にアメリカやヨーロッパでの人気はやっぱりすごくて、いろいろな伝説が残っています。例えば1992年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ2がイギリスに輸入される際、チャーター機3台をソニック・ザ・ヘッジホッグ2のソフトでいっぱいにして、それを50体のソニックが出迎えるなんていうめちゃくちゃ豪勢な演出なんかもされていました。チャーター機3台は純粋にすごいなと思いますけど、その後の50体のソニックはなかなかに謎ですね。大層シュールな光景になったんじゃないかと思います。他には F1 とコラボしたり、テレビアニメシリーズがスタートしたり、マイケル・ジャクソンとの共演なんかも果たしちゃっています。ちなみにマイケル・ジャクソンがソニックファンだったというのはファンの間では有名な話で、1994年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ3ではなんとマイケルが楽曲制作に携わりました。
キングオブポップと呼ばれたマイケル・ジャクソンもソニックの虜になってたんですね。すごい話です。なおソニックの虜になっていたのはこのような映画界のスターだけじゃなくて、なんと科学技術の世界にもソニックの影響が及んでいました。この時期に欧米の生物科学者チームが新たに発見した遺伝子、その形がハリネズミのトゲに似ていることからソニックヘッジホッグ遺伝子という名前が付けられたんです。これニックネームとかじゃないですよ。ちゃんとした学名がソニックヘッジホッグになっているんです。学術論文とかでも普通にソニックヘッジホッグと出てきます。ゲームのキャラクターが遺伝子になるなんて聞いたことありますか皆さん。今回紹介するメインの話ではないんですけど、これも偉業と言えるすごい話ですよね。ただですね、初心に立ち返ってみるとやっぱりソニックっていうのは子供向けゲームのキャラクターです。やれマイケル・ジャクソンとコラボしただの遺伝子名になっただのといっても、子供たちからはどう思われていたのかということ、ここが一番大切な部分です。そうですよね、ソニックの魅力を一番に伝えたい相手は子供たちだったわけですから、そこに伝わっていなかったらいくら他で盛り上がっていても手放して喜べないわけです。ではその子供たちからの評価が一体どうだったのかというと、この1992年から93年あたりにアメリカで実施された子供向けの人気調査 Q スコアにおいて、居並ぶハリウッドスターやスポーツ選手に次いでなんと第3位にランクインしたんです。しかも1位と2位がハリウッドスターとスポーツ選手ということから分かるように、この Q スコアの対象はキャラクターだけじゃなくて実在の人物も含めたランキングになっていました。つまりライバルの数がとんでもないわけです。その中で3位にランクインしたわけですから、これはもうとてつもない快挙です。なんですが、実はこの Q スコアで3位になったという快挙は同時にある衝撃的な事実も表しているんです。皆さんちょっと考えてみてほしいんですけど、この Q スコアというランキングはキャラクターから実在の人物まで非常に幅広い領域を網羅していたということでした。ということはですよ、あのキャラクターも当然ランキング対象に含まれているはずですよね。20世紀の初めに生まれ、そこから現在まで他の追随を全く寄せ付けないエンタメ界の王者、そう、ディズニーが誇る世界的キャラクターミッキーマウスです。アメリカの子供たちを対象にした人気調査でミッキーが入ってないわけないですよね。でもランキングを思い出してみると1位と2位は実在の人物で3位がソニックになっています。そう、つまりこの Q スコア3位という事実はイコール子供たちを対象にした人気ランキングにおいてソニックがミッキーマウスを超えたということになるんです。これがソニックが成し遂げた最も大きな偉業、ミッキーマウス超えになります。いやー素晴らしい、やってのけましたよソニックは。しかも初代ソニックザ・ヘッジホッグが発売されたのが1991年ですから、世に出てからわずか2年足らずで成し遂げた快挙です。エンタメ界の絶対的王者を自慢のスピードで一気に追い抜いてしまいました。さっきもちょっと言ったんですけど、僕はこのミッキーマウス超えがソニックが成し遂げた最大の偉業だと思っています。これまで映画の興行収入が歴代1位になった話や国の財産になったという話をしてきたと思うんですけど、もちろんこれらも素晴らしい功績ではあるんですが、やっぱりソニックの本来の姿は子供たちを楽しませるエンターテイナーだと思うんですよ。この動画を見てくれてる方の中にも子供の頃にソニックをやってすごく楽しかった方、思い出に残っている方たくさんいると思います。そんな自らのいるべき場所、子供向けのエンタメ界においてその世界の圧倒的王者であるミッキーマウスを超えたということ、これこそまさに偉業と呼ぶにふさわしい功績だと僕は思うんですね。国の財産になるなんてすごいじゃない、遺伝子の名前になるのすごいじゃない。確かにそうです。どちらも間違いなく偉業には違いありません。でもそうじゃなくてちゃんと自らのフィールドで真っ向勝負をして王者に勝った、この事実が僕はめちゃくちゃかっこいいと思うんですね。ただ残念ながらその後ソニックはブランディングや進化の方向性で苦戦してしまい人気が低迷してしまいます。数年前にはソニックはもうオワコンだなんていう声も聞こえてきたくらいなんですが、実は今まさに実写映画の成功を皮切りに再びソニックが盛り上がり始めています。来月には新作ゲームのソニックオリジンズが発売されますし、冬には 3D ソニック本編作品の完全新作ソニックフロンティアの発売が控えています。さらにソニックプライムという新作アニメシリーズも始まる予定になっているなど、新しいコンテンツがものすごいスピードで作られていってるんですね。かつては一度エンタメ界の頂点に立ったソニックが今再び舞い上がろうとしています。それが一体どこまでいけるのか、あの盛り上がりをもう一度見せてくれるのか。ソニックファンの方々はもちろん顔と名前くらいしか知らないなという方も今年のソニックぜひ注目しておいていただきたい。僕も一ソニックファンとして常にアンテナを張って情報を発信していきますので、みんなで一緒にソニックの動向を見守っていきましょう。ということでソニックが成し遂げた偉業の3つ目はミッキーマウス超えでした。
以上、ソニックが成し遂げた3つの偉業についての解説でした。全米映画興行収入ランキング歴代1位、イギリスのフィルムアーカイブに保管される、そしてミッキーマウス超え、どれも素晴らしい偉業でしたよね。日本で暮らしていて感じるソニックのイメージとだいぶ違っていたんじゃないかと思います。この海外と日本でのソニック人気のギャップについては、初期のブランディング戦略の差によるものとも言われています。実はソニックシリーズというのはもともと海外の人たちをターゲットにしてたんですね。そのためアメリカやヨーロッパではゲームだけじゃなくてソニックというキャラクターも売り出すために早い段階から漫画やアニメを制作したり、マクドナルドのハッピーセットに登場させるといったことをやってたんですが、日本ではそういった戦略はほとんど取られなかったんですね。そのためここまで人気や知名度に差ができてしまったんじゃないかと言われています。国内ソニックファンからすると何とも口惜しい話ですが、あまり公式からのプッシュがなかった日本でもソニックが好きという方はある程度いるんですよね。顔と名前に限って言えばほぼ一般常識レベルで認知されているので、やっぱりソニックというキャラクターは非常に魅力的なキャラクターなんだと思います。そうじゃなかったら顔と名前すら広まってませんよ、きっと。そんなソニックの魅力をもっといろんな人に届けたいということで、これからもいろんな動画を作って積極的に発信していきますので、応援よろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価、たくさんのコメントもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。